視聴者様こんにちは。今回も卓球の深い世界へようこそ。普段私たちが試合観戦やハイライト映像で目にするダイナミックなドライブや超絶プレーの数々。でもその華やかな表舞台のすぐ裏側で競技の勝敗を左右する恐ろしいほど緻密で厳格な世界が存在するのをご存知でしょうか。それがラケットコントロール、つまり卓球用具の精密検査の世界なんです。解説を担当します美咲です。こんにちは、ケンジです。卓球というスポーツは数ある球技の中でもトップクラスに用具の物理特性がプレーの質や展開にダイレクトに反映される競技なんですよね。使われるボールは直径40ミリ、重さはわずか 2.7 グラムという信じられないほど軽くて小さなプラスチック球です。だからこそラバー表面の摩擦力やゴムの弾性、スポンジの硬度や気泡の密度、そして全体の厚みがボールの飛距離やスピード、毎秒何十回転という猛烈なスピン量に決定的な影響を及ぼします。全く同じフォームやスイングスピードで打っていたとしても、手にしているラケットやラバーの仕様が違えば、飛んでいくボールの軌道やバウンド後の変化が全く別のものになっちゃうんですよね。まさにその通りです。だからこそ選手たちは10マイクロメートル、0.01 ミリ、0.1グラム単位で用具にこだわり抜き、メーカーも日夜革新的な技術開発を行ってきました。しかしその一方で、ルールで定められた規格を超越した超性能の用具を作り出したり、選手自らが化学薬品や特殊なオイルを使ってラバーを改造したりする、いわゆる用具ドーピングともいえる行為を誘発する強いインセンティブを生み出してきた歴史もあるんです。用具ドーピング、スポーツマンシップや公平性を根底から揺るがす恐ろしい響きですね。そこで国際卓球連盟 ITTF や公益財団法人日本卓球協会 JTTA といった統治機関が導入しているのがラケットコントロールです。これは決して単なる形式的な事務手続きではありません。競技の絶対的な公平性、つまりフェアネスを担保し、同時に化学物質による選手の健康と安全を守るための極めて重要なガバナンス体制なんです。なるほど。今回は普段ベテラン選手やメーカーもあまり大声では教えてくれない卓球用具の裏側や、選手自身すら知らずに陥ってしまう厳格なルールの落とし穴について、最新の調査報告書をもとに私とケンジさんでどこよりも分かりやすく徹底解説していきます。それではまず今回の調査報告書で明かされた卓球界の衝撃的な真実の全体像について、エグゼクティブサマリーとしてサクッとおさらいしておきましょう。ケンジさん、具体的にどのような発見があったのか概要を教えていただけますか？はい。この報告書では大きく分けて4つの隠された真実と、近年急速に激化している過酷な最新規制動向が浮き彫りになっています。まず1つ目の真実が、ファクトリーチューンラバーと個人の後加工に存在する二重基準の曖昧さです。ルール上、選手が自分でラバーにブースターやオイルなどの薬品を塗る後加工は厳禁ですが、メーカーが製造工場でオイルを含ませる前加工は公認品として合法になっているという技術的構造的な不都合な真実があります。ってゴムを膨張させて性能を上げる効果自体はほとんど同じなのに、誰がいつ薬品を入れたかによって違法と合法が真っ二つに分かれちゃうんですか？そうなんですよ。そして2つ目の真実が、真面目でクリーンな選手ほどハマってしまう水溶性接着剤の罠です。不正なブースターなんて一切使っていないのに、ラバーを張り替える際に古い接着剤の膜を剥がさず重ね塗りしただけで、合計厚さが規定の 4.00 ミリを超えてしまい、一発で即時失格になってしまう悲劇が多発しているんです。アルギは一切ないのに接着剤の塗りすぎで失格になっちゃうなんて悲しすぎます。3つ目の真実が JTTA 刻印という日本独自の厳格なバリアです。海外の通販サイトや並行輸入で買ったメーカー製の正規ブレードは、たとえ国際規格 ITTF 公認を満たしていても、日本の公式戦では事前申請なしには使えないという大きな壁が存在します。そして4つ目が予選の空白、クオリファイヤーボイドと呼ばれる構造的トラウマです。地方予選には高額な検査機器がないため、ルール違反状態でも通過できてしまい、全国大会の本戦で初めて精密機械にかけられて即失格になり、コートに立つことすらできずに不戦敗となる現象です。地方予選と全国大会の設備差が生み出す恐怖のトラウマですね。そして最近は世界レベルでも日本国内でも規制がさらに過酷になっているんですよね。その通りです。
WTT ワールドテーブルテニスの大会では、試合後に選手のラケットからラバーを手で力ずくでひっぺがして検査するラバー強制剥離検査が導入されていますし、日本卓球協会 JTTA でも4年間に4回失格になると1年間の出場停止処分が下され、4ストライクルールが本格運用されています。今回はこれらの詳細や選手が身をもるための対策まで、後半にかけても一切ボリュームを落とさずに徹底深掘りしていきますね。ここからはいよいよ各論に入っていきましょう。まずは、なぜ卓球という競技において、これほどまでに用具の管理やガバナンスが強く叫ばれるようになったのか、その物理的背景と哲学的根拠について教えてください。卓球という競技を物理学的に考察すると、とにかくボールが直径40ミリ、重量わずか 2.7g と極めて軽量小型のプラスチック球であることが根本にあります。だからこそ、ラバーの弾性や表面の摩擦係数、スポンジの硬度や厚みが与えるエネルギー伝達効率が極めて高く、同一の打撃フォームであっても用具の使用によってボールの物理的挙動は激変します。なるほど。ボールが圧倒的に軽くて小さいからこそ、用具のちょっとした硬さや摩擦、弾性の違いがダイレクトにボールの軌道や回転数に化けるわけですね。まさにそうです。ラバーの表面にあるトップシートの摩擦係数や内部にあるスポンジの基本の大きさ、硬度、密度によって打ち出されるスピン量や飛距離が天と地ほど変わります。したがって同じ打球フォームであっても用具の使用次第で全く異なる質のボールが飛んでいくことになります。これが卓球における用具依存性の正体です。用具への依存度が高いからこそ、選手は少しでも性能のいい用具を求めますし、メーカーも激しい開発競争をするわけですね。はい。しかしその情熱が行き過ぎると、ルールを無視して用具を科学的に改造し、相手に対して圧倒的な物理的アドバンテージを得ようという誘惑、つまり用具ドーピングが生まれます。歴史的にも用具の過激な進化とそれを規制しようとする統治機関の戦いはいたちごっことして繰り返されてきました。そのいたちごっこに歯止めをかけるのが国際卓球連盟 ITTF や日本卓球協会 JTTF によるガバナンスなんですね。その通りです。ラケットコントロールは単にルール違反を見つけて罰するための取り締まりではありません。用具の健全なイノベーションは認めつつも、度を超えた過剰なアドバンテージを抑え込んで、全ての選手がイコールコンディションで戦える公平性、フェアネスを確保し、さらに口述する過激な薬品から選手の健康と安全、ヘルス&セーフティーを守るための極めて重要なガバナンスのようなんです。卓球の用具規制を語る上で歴史的な最大のターニングポイントとなったのが2008年のスピードグルー禁止だと聞いています。健二さん、このスピードグルーとは一体どんなもので、なぜ全廃されることになったんでしょうか。1980年代から2008年にかけて、卓球界ではスピードグルーイングという手法が完全にトレンドとなっていました。これはトルエンやヘキサン、酢酸エチルといった有機溶剤を含有する特殊な接着剤を試合の直前にラバーの裏面にたっぷりと塗りたくってブレードに貼り付けるという手法です。試合の直前にわざわざ塗るんですか？はい。有機溶剤がスポンジ内部に染み込むと、スポンジのゴム分子の間に溶剤が入って物理的に大きく膨張します。これによってラバー表面に猛烈な張力、テンションが生まれ、打球スピードと回転数が飛躍的にアップします。さらに、ボールを打った時にカーンという金属的な高高い打球音が体育館中に響き渡るようになるんです。当時のトップ選手から一般の愛好家、学生プレイヤーに至るまで、誰もが大会会場の控え室でグルーを塗りたくっていました。楽しそうに見えますけど、トルエンやヘキサンって完全に揮発性有機化合物ですよね。締め切った体育館でみんなで塗っていたら空気が大変なことになりそうですが。気にされていた通り、まさにそこが最大の危機でした。VOC、ボラティルオーガニックコンパウンズを日常的に吸入し続けることは、選手自身の呼吸器や神経系へ深刻なダメージを与えます。さらに、試合を行っている選手だけでなく、主審や選審、会場にいる観客や子どもたちにとっても重大な受動吸引の健康被害リスクをもたらしたんです。実際に海外の大会会場で選手や関係者が体調不良を起こしたり、失神事故が発生したりするケースまで報告されました。体育館が危険な化学物質で充満していたなんて恐ろしい時代ですね。選手の健康と安全を最優先課題と位置づけた ITTF は2008年9月、有機溶剤系接着剤の使用を世界中で完全全面禁止とすることを決定しました。
これによってラケットコントロールの目的は定規や目視でラケットのサイズを測るという物理的寸法確認の時代から、高感度な化学分析機器を使って有機溶剤のガスを検知するという、まるでアンチドーピング検査のような高度な化学検知体制へと劇的なパラダイムシフトを遂げたんです。ここからは実際に大会の現場でどのような技術検査が行われているのか、その具体的なメカニズムを見ていきましょう。ラケットコントロールには大きく分けて4つの技術検査項目があるんですよね。はい。ITTF のテクニカルリーフレット T9 や日本卓球協会の競技ルールに基づき、以下の4つの項目が精密測定機器を用いて徹底的にチェックされます。1つ目がラバー総圧測定シックネスゲージによる 4.00 ミリ以下チェック。2つ目が揮発性有機化合物検査 VOC 検知器によるガスチェック。3つ目が表面平坦度光沢度測定。4つ目が形式公認刻印確認です。まずは最も基本的でありながら失格者が後を絶たないラバーの厚さ 4.00 ミリ規制について詳しく教えてください。 ITTF の競技規定 RO2.0302 により、ブレードの表面に貼り付けるラバーの厚さは、表面のゴム、トップシート、そして内部のスポンジ、そしてブレードに固定するための接着剤の層まで全て含めて最大 4.00 ミリ以下と厳格に定められています。この数値は 0.01 ミリたりとも超えてはなりません。4.00 ミリの中にトップシート、スポンジ、接着剤が全部収まっていなきゃいけないわけですね。それぞれの厚みの内訳はどうなっているんですか？一般的なハイテンションラバーの特厚やマックスと呼ばれる人気モデルを例に挙げますと、表面のトップシートが約 1.7 から 1.8 ミリ、その下のスポンジが約 2.1 から 2.2 ミリあります。これらを足し算するだけで、ラバー単体ですでに 3.80 から 3.90 ミリの厚みに達しているんです。4.00 ミリという上限に対してラバー本体だけで 3.90 ミリ近く使っちゃってるんですか？残りの隙間は 0.10 ミリ、100マイクロメートルくらいしかないじゃないですか。そうなんです。そのわずか 0.10 ミリ前後の残された極小の隙間に収めなければならないのが接着剤の層、乾燥膜圧なんです。ここに選手たちが知らず知らずのうちにはまってしまう巨大な罠がコスミで住みてます。厚さを実際に測るときは具体的にどのような手順や測定器を使って計測しているんでしょうか？検査室では専用の構成ブロックを使って厳密にゼロ点調整されたデジタルシックネスゲージが使用されます。測定用のピン、接触紙をグリップ根元の露出した木材表面、ブレードに置き、測定脚をラバー表面に乗せて100分の1ミリ、0.01 ミリ単位で計測します。ラケットの1箇所だけを測って終わりというわけではないんですよね。もちろんです。ラケットの対角線上で少なくとも2方向、合計4箇所から8箇所の地点を測定します。そしてここからが選手にとって最も恐ろしいルールなのですが、計測されたデータの評価において最悪値採用原則が適用されるんです。最悪値採用原則？全体の平均値を取ってくれるわけではないんですか？平均値は一切考慮されません。複数箇所を測定したうち、計測された最大の数値がそのまま最終判定値になります。例えば8箇所の測定値のうち7箇所が 3.95 ミリという完璧な合格値であっても、たった1箇所だけ接着剤のダマができたりして 4.01 ミリという数値が出た瞬間、そのラケットは即座に不合格判定となります。たった1箇所でも 0.01 ミリオーバーしたら一発でアウト。平均で救ってくれないなんて容赦ない厳格さですね。そこで明かされるのが報告書の2つ目の真実。水溶性接着剤の塗り重ねによる意図せぬ失格ですね。はい。現代の卓球界で最も多発している悲劇であり、ベテランやメーカーが指導現場で徹底して警告できていないポイントです。2008年以降、選手たちはルールで認められた水溶性接着剤、ノン VOC のグルーを使ってラバーを貼っています。水溶性接着剤なら有機溶剤のガスは出ないから体に優しくて安全ですよね。科学的には極めて安全です。しかし問題は物理的な膜の厚みです。ラバーを張り替える際、以前のラバーやブレードに残っていた古い接着剤の膜、グルー層をきれいに剥がし取らずに、その上から新しい接着剤を塗り重ねてしまう選手が非常に多いんです。古い膜の上に新しい膜が乗って接着剤の層がどんどん分厚くなっていっちゃう。そうなんです。あるいは打球感を少しマイルドにしたい、しっかり固定したいという理由で接着剤を3層4層と厚塗りする選手もいます。
こうなると接着剤の層だけで厚みが 0.15 から 0.25 ミリに達してしまいます。先ほどケンジさんが教えてくれた数式で計算すると、ラバー本体が 3.90 ミリあった場合、接着剤が 0.15 ミリ乗った時点で合計 4.05 ミリ。見事に 4.00 ミリオーバーですね。その通りです。本人は不正なブースターなんて一切使う気がなく、毎日真面目に練習してきたクリーンな選手なのに、単に古い接着剤の膜を剥がさず重ね塗りしただけで、大会本番の検査で 4.01 ミリ以上の数値が出ちゃって失格処分となってしまう。これこそが指導現場で見落とされがちな非常に残酷な落とし穴なんです。続いて2つ目の検査項目である気圧性有機化合物 VOC 検査のメカニズムについて見ていきましょう。具体的にどんな機械を使ってどういう手順で検査しているんですか？ VOC 検査では主にエネズやミニレイと呼ばれる高感度な PID 光イオン化検知器センサーを搭載したガス検知機器が使われます。 ITTF のプロトコルに従い以下の4つのステップで厳密に行われます。その4つのステップを詳しく教えてください。1、バックグラウンド測定。測定を開始する直前に検査室内の空気にセンサーキャップをさらし、その部屋の空気中に存在するベースラインを記録します。2、密着計測。センサーキャップをラバーの中央部分に20秒間ぴったりと密着させ、気化してくるガス濃度を測定します。3、実行値算出。計測値からバックグラウンド値を差し引いた実行 VOC 濃度を算出し、域値を超えた場合に警告等が点灯します。4、2台目機器による相互確認。1台目で赤ランプが出た場合、即座に別の2台目のミニレイ機器で全く同じ手順の再測定を行います。1台目で赤が出てもすぐ失格になるわけではなく、2台目の機械でダブルチェックしてくれるんですね。はい、2台両方の機器で域値を明確に超えた場合のみ公式に VOC 違反不合格が確定します。選手への不当な不合格を防ぐための二重の安全網が組まれているわけです。ダブルチェックがあるのは安心ですが、実は不正な薬品なんて塗っていないのに赤ランプがついちゃうという恐ろしいリスクもあるんですよね。それが偽陽性のリスクです。VOC 検知器の PID センサーは分子レベルの微量なガスに反応するほど超高感度です。そのため意図的なドーピングを一切していないクリーンなラケットであっても、日常的な様々な要因で赤ランプが点灯してしまうことがあります。どんな日常的な要因で赤ランプがついちゃうんですか？代表的な原因が3つあります。1つ目は新品ラバーの製造残留ガスです。工場から出荷されて間もない新品ラバーは製造工程の化学成分が残留しています。開封後、少なくとも72時間、3日間以上空気にさらしておかないとセンサーが反応してしまうことがあります。大会直前によし新品ラバーに張り替えて万全の状態で挑むぞってやるのは実はめちゃくちゃ危険な行為なんですね。大変危険です。最低でも3日前に貼っておく必要があります。そして2つ目が水溶性接着剤の乾燥不全生乾きです。水溶性接着剤に含まれる微量のアンモニア等が完全に乾いていない状態で気化すると赤ランプが点灯します。しっかりドライヤーなどで乾かすから貼らないとダメなんですね。3つ目は何ですか？3つ目は外部からの汚染、移り顔です。ハンドクリーム、諸子のアルコール消毒液、整髪料、さらには新調したばかりのラケットケース内部の塗料の匂いがラバーに付着し、検知器が反応してしまうケースがあります。続いて3つ目の検査項目である表面平坦度、光沢度および外観要件について解説していただきましょう。ラバーの平らさや表面の艶、切り口にも細かいルールがあるんですよね。はい、ITTF のテクニカルリーフレット T9 において明確な数値基準が設定されています。まず表面の平坦度、つまり平らさですが、局所的な凹凸は凸面で 0.2mm 以内、凹面で 0.5mm 以内と定められています。その凹凸はどうやって測るんですか？精密なダイヤルゲージをラバー表面でスライドさせて高低差を測るか、ネットゲージの金属製の直線部分をラバー表面に当て、後ろから光を照射して隙間から漏れる光で判定します。ブースターで反り返ったラバーを強引に貼ると表面がウェーブして不合格になります。葉に反り返ったラバーを強引に貼ってもバレちゃうわけですね。光沢度、艶の基準はどうですか？反射光沢計による測定値が 24% 以下に制限されています。これは照明の反射光で相手の視界をまぶませるのを防ぐためと、オイルを塗って摩擦をなくすアンチ加工、
フリクションレス加工を防ぐためのルールです。外観の切り口、ラバーのサイズに関するルールはどうなっていますか？ラバーはブレードの打球面全体を隙間なく覆わなければなりません。ただし、はみ出しや縮みによる隙間については、2mm 以内の誤差であれば許容範囲とされています。2mm を超えると不合格になります。さて、ここで報告書の3つ目の真実、JTTAA 刻印と海外モデル排除の日本独自バリアについて詳しく掘り下げていきましょう。ケンジさん、これは特に一般プレイヤーや中高生、大学生が一番ハマりやすい落とし穴ですよね。まさにその通りです。最近はインターネット通販や海外の EC サイト、並行輸入などで海外限定モデルのかっこいいブレードを手軽に購入できるようになりましたよね。デザインが魅力的だったり、海外のトップ選手と同じモデルだったりして人気がありますよね。しかし、日本国内の公式戦に出場する場合、ブレードのグリップ部分等に JTTAA という日本卓球協会の公式刻印または役印とメーカーの商標プレートがついていることが必須条件となります。たとえ国際卓球連盟 ITTF の公認リスト LARC に載っている世界規格のメーカー製ブレードであっても、JTTTA の刻印がない海外並行輸入品はそのままでは国内の公式戦で使えないんですか？原則としてそのままコートに入ってプレーすることはできません。もし刻印のない海外モデルブレードを国内公式戦で使用したい場合、試合開始の1時間前までに審判長室へ現物を持参し、事前申請を行って、ラケット使用許可書という書類の発行を受けなければならないんです。試合の1時間前までに審判長室に行って手続きをして許可書をもらわないといけないんですね。はい。この手続きを知らずに怠ったままコートに入り、試合直前に主審や相手選手から指摘された場合、その場で用具違反とみなされ、スペアを持っていなければその場で不戦敗になってしまうという恐ろしいルールなんです。ここで非常に興味深いのが、すべての大会で同じように高額な精密機械を使った検査が行われていないという現実です。報告書では大会の格付けがティア1からティア4の4段階に明確に分類されていますね。そうなんです。数十万から数千万円もする分析機器や専門の検査スタッフを全国すべての大会に配置することは物理的に不可能ですからね。各レベルの具体的な違いを見てみましょう。最高峰のティア1は WTT イベントや全日本選手権、T リーグ、日本リーグなどですね。はい。ティア1では専用のラケットコントロールセンター RCC が常設され、コールエリアで20分前に回収、準々決勝以降は全数検査が行われます。測定器もデジタル厚さ計、ミニレイ、平坦度計、光沢計が完備され、WTT では後日するラバー強制剥離検査まで実施されます。続いて T2 はインターハイ、全中、インカレ、全日本カデットホープスなどの全国学生選抜大会ですね。 T2 は全数簡易チェックと上位ラウンド、ベスト8やベスト4などでの精密機器抽出検査を組み合わせたハイブリッド運用です。そしてティア3が関東や関西などの地方ブロック大会、ティア4が都道県予選や地区予選、草の根の一般市民大会となります。ティア3やティア4では目視確認や定規、ネットゲージのスリット通過確認が主流となり、機器による検査は疑義が生じた場合のみという体制になります。大会のレベルによって検査環境に大きな開きがあることがよくわかりますね。最上位のティア1大会になると専門の部屋が用意されるんですよね。はい。WTT イベントや全日本選手権では会場内にラケットコントロールセンター RCC という独立した検査部屋が設置されます。選手は試合の30分から20分前にコールエリアでラケットを提出し、専用ボックスで RCC へと運ばれ多角的に測定されます。徹底された厳重管理ですね。一方で高校生や中学生、小学生が出場する T2 の全国大会はどう運用されているんですか？ T2 では膨大な選手数に対応するため、教育的ハイブリッド運用が取られています。まず全試合において、コート上の主審が 4.0mm のスリットがついたネットゲージを使って全数簡易チェックします。そしてベスト8やベスト4などの上位回戦や審判が違和感を覚えた試合において、本部に設置された精密機器で抽出検査を行うわけですね。その通りです。そして非常に重要なポイントとして、小学生年代の全国大会
全国ホープスカデットやその都道府県予選会において、要項に VOC が検出された場合は即失格と明記され、実際に機械検査が行われている点です。小学生の大会予選から VOC 検査が行われているんですか？はい。これは勝利至上主義に走った一部の指導者や保護者が知識のない子供のラケットに不正なブースターを塗る行為を未然に防ぐためです。幼い頃からコンプライアンス意識を養うと同時に、成長期にある児童の呼吸器を守るための教育的アプローチなんですね。そしてここで明かされるのが報告書の4つ目の真実。予選の空白、クオリファイアボイドが招く全国大会での即死トラウマです。ケンジさん、これはどういう構造問題なんですか？これこそが現場で最も痛ましい悲劇を生み出している課題です。都道府県予選や地区予選、ティア4では高額な電子検査機器がないため、基本的に目視チェックだけで進行します。つまり予選段階ではブースターを使っていたり、接着剤を分厚く重ね塗りして 4.1 から 4.2mm になってしまっているラケットでも不問のまま通過できてしまうんですね。そうなんです。選手や指導者は、このラケットで予選を通ったんだから大丈夫だと思い込み、歓喜とともに夢の全国大会に乗り込みます。しかし、全国大会の1回戦直前、初めて体験する精密機器検査で 4.05mm と示されたり、VOC 赤ランプが点灯したりするんです。予選では何も言われなかったのに、本番の1回戦でいきなり不先輩即時失格処分になっちゃうんですか？その通りです。一度もコートに立ってボールを打つことすら許され、大会が終わってしまう。この予選の空白によって引き起こされる突然の即死裁定は、選手の競技人生に深刻なトラウマを与えています。だからこそ、地方予選の段階から用具管理を正しく理解しておくことが不可欠なんです。ここからは最新の過酷な規制プロトコルについて解説していただきましょう。まず、世界最高峰の WTT、ワールドテーブルテニスで始まったラバー強制剥離って何ですか？文字通りラバーを剥がしちゃうんですか？はい、文字通り力ずくで剥がします。WTT イベントの重要局面で本格導入された試合後検査、ポストマッチコントロールのプロトコルです。近年、VOC を出さない低揮発性の油性ブースターが使われるようになり、試合前検査を通ってしまう現象がありました。試合前検査をすり抜けちゃうんですね。しかし、激しい打球衝撃や熱伝導が加わると、スポンジ内部のオイルが活性化してラバーの弾性が増強される現象が確認されていました。そこで WTT は試合直後に勝利した選手であってもラケットを回収封印し、検査官がラバーをブレードから手でビリビリと強制的に剥ぎ取る検査を始めたんです。うわー、剥がされたラバー単体の厚みやスポンジ底面の状態、ブレードに残った違法オイルや厚塗りされた接着剤層を直接調べるんですね。その通りです。そこで違反が見つかれば試合結果はお送り、勝利は剥奪され没収試合になります。トップ選手のラバーや特注ブレードは超繊細に調整されていますから、数万円相当の用具が破壊されるだけでなく、手に馴染んだ感覚が失われる絶望的なストレスを与えています。世界のトップシーンといえば、2024年のパリオリンピックや2025年のドーハ世界選手権で起きたワン・チューチン選手のラケット破損事件も大きなニュースになりましたよね。前代未聞のインシデントですね。男子世界ランキング1位の中国のワン・チューチン選手がパリ五輪の混合ダブルスで金メダルを獲得した直後、取材エリアで興奮した報道カメラマンにメインラケットを踏みつけられて折られてしまったんです。さらに保管中のラバー剥がれトラブルも報告されました。世界最高峰の選手が自分の大切なメインラケットを他人に破壊されちゃうなんて想像を絶する悲劇ですよ。これを受けた国際卓球連盟 ITTF および日本卓球協会 JTTTA はラケットコントロールにおける追跡可能性と物理的保護プロトコルを即座に改定しました。どのように変わったんですか？従来は紙袋などで運搬されることもありましたが、現在では耐衝撃性に優れた専用ハードケース、ラケット保護ボックスの導入が義務付けられました。回収されたラケットは施錠可能な専用ハードケースに格納されます。移送のルールも緊密になりますされ。はい。コールエリアから検査室、そしてコートへの移送は指定された審判員、検査官のみが行い、
報道陣や一般関係者が立ち入るエリアにラケットを放置することは厳しく禁止されました。選手の貴重なギアを事故から物理的に防護する体制が取られています。世界の規制強化に呼応するように、日本国内でも厳しい独自ルールが運用されているんですよね。日本卓球協会 JTTA の4ストライクルールについて教えてください。日本卓球協会の競技規定に基づき運用されている罰則制度です。簡単に言うと、4年間の期間内に JTTTA 主催主管大会のラケットコントロールで通算4回不合格・失格となった選手は、12ヶ月間1年間の完全な出場停止処分となるというルールです。4年で4回失格になると1年間試合に出られなくなる。野球の3ストライクアウトより厳しい4ストライクですね。まさにうっかりミスは救済するが、意図的なブースター乗用車や用具管理を怠る不誠実な選手は1年間完全に排除するという JTTA の極めて強い意思表示です。出場停止になるとどれくらいの範囲に影響が出るんですか？所属団体へ公式文書で通知され、全日本選手権、T リーグ、日本リーグ、インカレ、インターハイ、全中から各種予選に至るまで、すべての公認大会へのエントリーが1年間完全に凍結されます。選手生命に関わる極めて重い罰則なんです。ここまで聞いてきて、ルールが厳しすぎて怖いと感じた視聴者様も多いと思います。どうすれば自分の用具を守り、意図せずの失格を防ぐことができるのでしょうか？最大のセーフティーネットとして用意されているのが、ボランタリーラケットコントロール、事前自主検査です。大会前日や指定時間に、選手が自分のラケットを自主的に検査室、RCC へ持ち込んで事前チェックを受けられる仕組みです。自主検査でもし 4.05mm とか VOC 赤ランプが出ちゃったらどうなるんですか？ペナルティをもらっちゃうんですか？ここが最大のポイントで、ボランタリー検査に不合格になってもペナルティは一切ありません。失格にもなりませんし、4ストライクルールにもカウントされません。よかった。事前チェックで問題が見つかれば、本番の試合までにラバーを剥がして貼り直したり、風に当てて換気したりして修正できるんですね。そうなんです。まさに危機管理の強力な武器です。さらに、不合格を回避するための実践ガイドとして、1、新品ラバーは大会72時間前に貼る。2、古い接着剤膜は毎回完全に剥がす。3、ハンドクリームや消毒液のついたてで触らない。4、JTTAA 刻印なしビレードは試合1時間前に許可申請するの4点を徹底しましょう。今回は卓球のラケットコントロールについて歴史的背景から最新の過酷な規制、そして現場での実践対策までたっぷり解説してきました。ケンジさん、最後に全体をまとめていただけますか？はい。本日の内容を整理すると、結論は以下の3点に集約されます。1、地方予選と全国大会の設備差による予選の空白に注意し、日頃から厳格管理すること。2、WTTT の強制剥離や JTTTA の4ストライクルールなど最新プロトコルの過酷化を認識すること。3、正しいルールと 4.00mm VOC フリー基準を守る用具リテラシーが勝利と競技人生を守る前提条件であることです。卓球は用具の奥が深いスポーツだからこそ、ルールと科学を正しく知って、クリーンでフェアプレー精神にのっとったプレーを楽しんでいきたいですね。まさにその通りです。用具を愛し、正しく管理することこそが強さへの第一歩ですね。それでは今回の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。